はい、皆さん、こんにちは。今回はスイッチを押したらドアが開くようなことをやりたいと思います。で、スイッチも指定した数を押した時だけドアが開くようにしたいと思います。ここに並んでいる四角いものが今はスイッチの代わりです。で、押すとこのように色が変わって、これを3つ押すと、ここのドアが開く。こういったことをやっていきたいと思います。で、今回は同じ処理を2通りのやり方でやってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずスイッチから作っていきます。では右クリックのブループリントクラスでアクターを選びます。名前は適当なやつで、今回スイッチにしておきます。で、開いてもらって、あとコンポーネントのところから、今回はこのチュートリアルではプレインにしておきます。これをスイッチ代わりにします。で、次にコリジョンが必要なので、もう一度コンポーネントからボックスでボックスコリジョンを選びます。で、これをこの真上ぐらいですね。こんな感じで載せておきます。そしたらこのボックスを選択している状態で、ここの Add On Component Begin Overlap のプラスを押します。これもいらないので消します。で、この Begin Overlap はこのコリジョンに触れたらこれが起動するものです。で、触れたものがプレイヤーだったら反応するようにしたいので、ここの Other Actor からイコールイコールでこのイコール括弧オブジェクトを出します。で、ここからget play やキャラクターですねを出してあげます。で、あとはブランチですね。ブランチを作ります。なのでコリジョンに触れたものがプレイヤーだったら、この true の方に処理を変えていけばいいっていうことになります。で、分かりやすいようにコリジョンに触れたら色を変えときたいので、このプレーンをここに持ってきて、セットマテリアルで検索するとマテリアルが出てくるので、ここのマテリアルのプルダウンから好きなやつ、何でもいいんで、このベーシックフロアにしておきましょう。そしたら触れたら色が変わり、で次にスイッチを押したかどうかを判別するフラグが欲しいので、この変数のプラスを押して is active のクエスチョンマークのブーリアンにします。で、これをセットでここに出します。で、これでプレイヤーがこのスイッチに触れたら、このアクティブ状態を true にします。で、この true の状態がボタンを押したっていうことにしたいと思います。で、このままだとすでに true の時にもう一回押してもいいことになるので、一度このアクティブが true になったら反応しないようにしたいと思うので、今度は isActive を get で呼びます。で、デフォルトで false が入っているので、これを not にします。で、ここのイコールイコールで and を出してあげて、この not とつなぎます。で、この and をさらにブランチにつなぎます。で、これで何が起きたかというと、このコリジョンにプレイヤーが触れたら、ここがtrue になります。で、もしこの isActive の変数がfalse だったら、これ not につながっているので、false になったら true になるので、お互い両方とも true の時にtrue に行きますので、こっちだからプレイヤーでありかつ isActive が false だったらこっちの方に行ってボタンを押せるようになります。とりあえずここまで書いて戻って今度ドアの方を作っていくんですが、これはすでに作成してあって、以前の動画で自動ドアの作り方っていう動画を出したと思うんで、そことほぼ作り方が一緒なので、そのリンクを概要欄に貼っていくので、まずそちらをご覧ください。こういう感じですね。一緒で、イベントグラフを、途中まで一緒なので、こういう感じで作ってあげます。で、ここでカスタムイベントを出します。
カスタムイベントです。で、名前をドアオープンとかにしましょう。で、これを、プレイに。その前に、プレイにつなげるんですけれど、アクティブスイッチ。アクティブスイッチっていう変数を、イント型で作ります。要はこれ、スイッチがオンになった時の数ですね、を格納する変数になります。で、もう一個は、required スイッチ。これも同じく変数で、こっちが、require の方が何個スイッチがオンになったらドアを開閉するかっていうものを決める変数にします。ので、初期値として、例えば3にしときます。すると、スイッチを3個押したらドアが開閉するということになります。そしたら、このアクティブスイッチをゲットで出して、required スイッチもゲットで出します。このドアオープンのところから、このアクティブスイッチからプラスプラスを押して、このインクリメントイントを出します。で、こうつなげて、これはプラスプラスは1増やすものですね。で、今度requiredスイッチからダイナリイコール出します。これ順番を入れ替えましょう。下をrequireで、ここのプラスプラスのこれをこういうふうにつなぎます。で、あとブランチですね。ブランチのtill でこうつなぎます。で、これは何かというと、このドアオープンっていうカスタムイベントが起動するたんびに、このアクティブスイッチのカウントが上がっていきます。最初0なので、1回起動すると1、次入ると2っていう風にカウントされていって、その数字がこのrequiredスイッチの3より大きくなったら、この true の方に行って、ここから先がドアが開くノードになるので、これが実行されるっていう風になります。で、このままだとまだ開かないので、もう一回スイッチの方に戻ります。で、最後のセットの、ところから get actor クラスを出します。で、アクタークラスからドアの、ブループリントですね。PP ドアを出してあります。で、このリターンバリューから引っ張って、さっき作ったカスタムイベントですね。ドアオープンを出します。これで、このドアオープンが起動します。というわけで、これで開くと思うので、一回確認してみましょう。で、ドアはもう配置してあるので、スイッチを適当なところに出します。4つ出して3つ触れたら開くようになると思います。というわけでスタート。で、1、色変わりましたね。で、2、で、3、で、開きましたね。これは、色は変わりますけれど、もう関係ないと。これでできましたね。ここまでが1つ目のやり方です。はい。では、2つ目のやり方をやっていきたいと思います。今のこのやり方の場合は、このスイッチとこのドアがお互い関連し合ってます。コンテントでスイッチを右クリックしてリファレンスビューアーを開いてみると、このスイッチはこのドアに依存しているっていうことがわかると思います。というわけで、例えばこのドアの種類をこのドア A っていう種類からドア B っていう種類に変更した場合、このスイッチのここの getActor クラスのここを変更する必要が出てきますよね。で、今はまだ
1個だけだから、いいかもしれませんが、こういうのがいっぱいあると、変更し忘れとかあったら、誤作動を起こしたりする場合が、なくもないので、この方法、さっきやったこの方法とは別に、インターフェースとか、イベントディスパッチャーを使ったやり方でやってみたいと思います。そしたら、インターフェースを作りましょう。で、このブループリントからブループリントインターフェースで BP ゲームモードにつなげたいんで、ゲームモードインターフェースにします。ドアとスイッチなので、特にキャラクターとかにする必要はないかと思うので、このゲームモードで管理すればいいかなというふうに思うので、そうします。で、インターフェースに開いて、ファンクションの名前をアクティブステとにして、インプットを is active のクエスチョンのブーリアンですね。で、あともう一つ関数で、これはrequired number of switch にします。で、インプットを required switch のイント型にします。で、終わり。コンパイルセーブして戻ります。そしたらまずスイッチの方に入ってもらって、この getActorClass と DoorOpen はいらないんで消します。で、最後のこのセットからノードを引っ張って、さっき作ったアクティブステートのメッセージを出します。で、これとこれをつなげます。で、このメッセージは、さっき言いましたけれど、ゲームモードにつなげたいんで、get ゲームモードにします。で、コンパイルでセーブして、で、次、このドアの方に行って、イベントビギンプレイを出します。イベントで、ここのrequired switch ですね。これを get で出して、でここもインターフェースで作ったと required number of switch のメッセージ出して、こうつなげて、で、同じくゲームモードに行ってほしいんで、get ゲームモードで。これでゲーム開始時にこの BP ドアは自分のドアが開く数ですねをゲームモードに渡してあげます。で、スイッチも自分の状態ですね、アクティブなのかそうじゃないのか、アクティブというか、アクティブの状態を渡してあげます。で、次にゲームモードに行きます。サードパーソンゲームモードです。で、イベントグラフのところで、このクラスセッティングを押して、インターフェースのところから Add で BP ゲームモードインターフェース、さっき使ったやつを出します。で、コンパイルですね。でそしたら、required number of switch を出します。イベントですね。イベントで出します。で、これを変数に昇格します。で、次に今度アクティブステート。ステートも、出します。で今度ここはあれか。is active じゃなくてもいいかもしれませんね。というわけで、ちょっと戻ってもらって、
これをここのリクワイヤードじゃなくてアクティブステートのこれを消してスイッチのところですね。ここもいらない。もうこれアクティブが true の時しか来ないんで、これでいいですね。そしてもう一回ゲームモードに戻って、これが呼ばれるたんびにカウントを上げていけばいいということになりますので、アクティブスイッチっていう変数をイントで作ります。で、出して、さっきドアでやったようなことです。で、プラスプラスで、これとこれをこうつなぎますと。で、このリクワイヤードスイッチをゲットで呼んで、ここから大なりイコールで、こうつなげて、ブランチ出します。で、つなぎます。で、true だったらドアの方にこの開閉処理、ドアを開けるような命令を出したいので、ここでイベントディスパッチャーっていうのを使います。これはここのイベントディスパッチャーズのプラスを押して、名前をドアオープンのイベントディスパッチャーにします。で、これをこう持ってきて、このコールって出るんで、コールにします。で、こうつなぎます。そしたら、ここまでちょっと整理すると、まずプレイを押した瞬間に、このドアのブループリントから、自分の持っているスイッチが開く数ですをインターフェースでゲームモードに送ります。次、スイッチの方は、コリジョンに触れてアクティブがフォルスだったら、この true のところの処理が流れて、このアクティブステートっていうインターフェースが呼ばれます。で、これゲームモードに飛ばされるんで、呼ばれるたんびにこれが起動します。で、起動するたんびに1個ずつ値が上がっていって、このリクワイヤードスイッチの数以上になったらtrue になるので、このコールコールドアオープンイベントディスパッチャーが起動します。起動するというか、メッセージで送られます。で、インターフェースと違うのは、送り先は不特定多数で、受信したい側がこれを受け取るようにすればいいので、PP ドアの方に戻ってもらって、イベントビギンプレイのここのところから、ドアオープンでここのチェックを外すと、この bind event to door open event dispatcher が出てくるんで、これを出します。で、こいつのこのターゲットがこれ受信先です。で、ここは、キャストでやらないといけないので、ここからキャストって出してと、ゲームモードです。キャストto third person ゲームモードです。を選びます。で、これとこれつないで、キャストは単にこのオブジェクトにつながっているものがゲームモードかどうかを判定するものだけなので、ここからゲットでゲームモードで出してあげます。こうです。なので、このサードパーソンゲームモードは、ゲームモードなので、正しいので、この処理がこう流れていきます。で、このドアオープンイベントディスパッチャーは、この、ゲームモード、サードパーソンゲームモードが発行元なので、そこからですよっていう意味です。で、ここのさっき作ったカスタムイベントのドアオープンです。ここと、ここはもういらないんで、外して、消してもいいんですけれど、こうつなげて、で、このイベントとここを、つなぎます。これで、このゲームモードからこいつが呼ばれると、これを受信したい
ドアのところですが受信して、で、これにつながっているこの以下の処理ができるようになります。というわけで、プレイしてみましょう。光ってで、開きましたね。これで2つ目の、イベントディスパッチャーとかを使うやり方です。で、これはさっきみたいにレファレンスビューアーで見てみると、もう繋がってないですよね。スイッチと B ドア。なので、この BP ドアとこいつはお互い完全に独立している状態なので、例えばこのドアのタイプ1じゃなくて、ドアタイプ2に変更したいなと思ったときは、もうほとんど書き換える必要はないです。で、簡単に変更とかできるっていう感じになります。今回はスイッチを押した数によってドアが開くようなシステムを2通りのやり方で作ってみました。いろいろやり方は知っといた方が応用はできると思いますので、いろんなやり方で試してもらったらいいかと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。